骨格は車力の巨人と一緒です。頑張るぞみたいな。はい、初ストライキです。ロンドンの物価えぐいって。はい、皆さんこんにちは。僕は今ですね、ロンドンのスタンステッド空港っていう場所にいます。イギリスめちゃくちゃ金持ってると思うんですけど、空港の作りはねめちゃくちゃ簡素です。はい、で今回預けて入れ手荷物のが安かったんで、預け入れ手荷物で来たんですけど、今ね新しい鍵つけてるんですけど、本当はね鍵閉めて預けたんですけど、帰ってきた時にね鍵ぶち壊れてました。はい、最悪です、クソが。はい、でちょっと今からね、空港からね市内まで向かいたいと思います。市内までは電車とバスで行けて、バスの方が安いです。でチケット買う時もオンラインで買った方が安いっていうのと、事前にね前もって買っておくと少し安くなります。で僕の場合今日取ったんですけど17ポンドでした。めちゃくちゃ高いやろ。来る人はねもう前もって、バスチケットをねオンラインで買うことをおすすめします。ということで今からバス乗り場向かいたいと思います。はい、ちなみにね説明しそびれてたんですけど、イギリス入国する際はね ETA っていうビザみたいなのを申請する必要があって、値段がねだいたい3000円ちょっとぐらいでした。それしないとね入国できないんで注意してください。はい、このバスね A6 っていうところから乗るらしいんですけど、はい、見ての通りね、今のところ気温2度の中ね1時間ぐらい待ってます。えぐい。はい、ということでやっと来ました。もうね意味わかんないわ。40分か50分ぐらいに1回バス来たんですけど、運転席のね窓ガラスがねひび入ってて、なんで来たっていう話ですよね。ひび入った状態で来て係の人とねなんか話してて、もう意味わかんない。もう普通に来ないでさ、新しい違うバスをさやればいいやん。でそっからまた数分待って、結局1時間ちょいぐらいでやっと乗れました。いやマジで寒い、死にそう。ちょっと頭悪いです、ロンドンの人。はい、ということであれから1時間バスに揺られてようやく到着しました。ここからねバス使って宿まで行った方が早いんですけど、お金ないんで40分歩いていきたいと思います。早速ね物価調査していきたいと思います。イギリスではねこのテスコっていうスーパーが結構大手のスーパーらしくて、調査していきます。はい、まずワインだいたい8から9ですね。コーラ 1.75 が 2.6、コーラ 500ml で 2.1 です。水一応ね水道水飲めるらしいんですけど 500ml0.75 です。はい、ビールは3ですね。だいたい牛乳意外と安いか、いやそんなことはないですね。牛乳はだいたい2です。 1.2 が一番安いです。イギリスはこういう感じで結構適当な感じでパンが置いてあって高いな。チョコクロワッサンみたいなのが 1.2、 一番安いので 1.2 ですね。でかいやつが 0.9。 パンの種類はね結構少なめですね。ポテチが 1.85 ですね。卵、なんでヨーロッパって卵を野良に置いてるんですかね。ちょっとよくわかんないんですけど、卵は一番安いので6個入りで 2.6 です。高すぎる。乾麺も置いてあって、袋麺だと1で、カップとかになると 1.5 ですね。コーンフレークが3です。なんかずっとコーンフレーク食べたいんだよな。何なんだろう。日本に比べてイチゴが結構安くて 230g で 2.2 です。うわマッシュルーム安っ。0.9 ですね。安いな。はい、バナナが5パックだからこの1房で 1.6 です。リンゴ6個入って 2.1 です。オレンジが4つ入って 2.4 です。はい、玉ねぎが1個 0.25 ですね。人参が結構入って
500g 入って 0.45 です。安い。肉系はベーコン一番安いので 2.3、 牛ひき肉 5.2、 鶏胸が 4.65、 鶏ももが 3.8 です。謎にもも肉のが安いという。で豚肉がね 300g で 1.85 です。 160g で 2.6 ですね。嘘です、2ですね。はい、パスタ一番安くて 500g で 0.9 です。バリラが安いですね、 1.5 です。はい、でこのオノが 1.35 です。ちょっと待って、どんな髪型あの人、見にくいけど。なんかずっと変な帽子つけてる人いるなと思ったらね、ユダヤ人街でした、ここ多分。でね、家が全部おしゃれすぎる。あれがマンションアパートってやばいでしょ、普通に。本当にね、全部綺麗。何なんだろう、窓が無駄についてる感じがいい。とてつもなく良い。はい、今回泊まるホステルこちらです。Oh, hi. Hi, good. What's up, vlog? 下はビリヤード場あります。はい、皆さんこんにちは。今日からですね、ロンドン観光していきたいと思います。で今から市内の方向かうんですけど、ロンドンは結構交通が特殊みたいで、移動手段としてはバスと電車があるんですけど、電車が結構変で、オフピークとピークっていう時間によって値段が違います。ピーク時間が平日の6時半から9時半と16時から19時、それ以外の時間がオフピーク時間になります。でピーク時間が 2.9、 オフピークが 2.7 ポンドです。はい、高すぎる。この値段もゾーンによって値段が変わって、大体ね、観光する人はゾーン1っていう場所だと思うんですけど、ゾーン1からゾーン2内だったらこの値段なんですけど、ゾーン1からゾーン4とか3とか移動すると、値段がもっと上がってきます。で1回乗るごとにどんどん料金が加算されていくシステムです。一応ね、上限みたいなのがあるらしくて、電車の場合ね 8.9 ポンドが上限みたいです。なんでどんだけ乗ってもこれ以上は引かれないみたいです。クレジットカードかパスモみたいなカードが使えます。でバスなんですけど、バスは片道乗るのに 1.75 ポンドかかります。1時間だったら無料で何回でも乗れます。バスも上限金額があって、5.25 ポンドですね。ちなみにトラムはバス扱いになります。めちゃくちゃ分かりづらいんですけど、僕はねちょっと安いんでバスで向かいたいと思います。この赤デカバスに乗ります。ちょっと2階あるっぽいんで2階行ってみます。1階でも2階でもどっちでもいいですね。はい、ということでまず最初にね、キングスクロスステーションっていう駅に向かいたいと思います。でここイギリスはね、結構知ってる人多いと思うんですけど、ハリー・ポッターのロケ地として有名です。キングスクロスステーションはハリー・ポッターで有名な9と4分の3番線がある場所です。歩いてたらね、シャーロック・ホーム像ありました。作家がイギリスの人だから、一応ね像が建てられています。はい、多分これですね。駅のでかさじゃないです。もうね、城レベルででかいです。はい、ということで駅の中こんな感じです。いや、おしゃれすぎるやろ。駅のレベルじゃないですね。やば。はい、多分ここですね。9と4分の3番線。なんか思ってたより結構、こんなとこにあるみたいな場所です。ちょっとこんな並ぶのめんどくさいけど、せっかく来たんで並びます。ちなみにね、プロの人が撮ってくれるみたいで、こんな感じです。値段はマフラーね貸してもらえて、あと杖もね貸してもらえるのかな。でこれ無料です。イギリスねチップの文化ないんで、このサービスはね無料です。ああいう感じでね、マフラーなびかせて熱血指導のもとね取ってくれます。
はい、撮り終わったらこういう感じのハリーポッターストアにね半強制的に流されます。めっちゃディズニーみたいやな。杖も売っててだいたいね6000円から7000円ぐらいです。意外と日本とねあんま変わんないと思います。いやえぐいって、長すぎるって。ハリーポッターあんま知らんのに来ちゃって、いやさすがに全部は見たけど別にファンってほどファンではないのに約ね1時間並びました。半分ぐらいね過ぎたあたりからなんで並んでるんだろうってねずっと自問自答してましたね。はい、ちなみになんですけど、この9と4分の3番線はここで撮影が行われたわけじゃなくて違うホームでね実は撮影されたらしいです。観光名所としてホーム作ったみたいです。ふざけやがって。めちゃくちゃね時間ロスしました。結構厳しい。ロンドンはね結構日本食レストランよく見ます。いくらなんだろう。はい、おにぎり1個3です。えぐ高すぎやろ。はい、サーモン寿司が 9.75 です。こっちは10です。ロンドンの物価えぐいって。ちなみにロンドンで一番安いスーパーはリディっていうスーパーとアルディっていうドイツでよく見たスーパーです。ちょっとねリディパンコーナーだけ紹介したいと思います。前行った変なお店と違ってめっちゃ安い。これで1ですね。1個 0.7 で4つだと2です。これもそうやな。なんで4つからやねん。基本的に全部安いな。だいたい1ポンドはいかないです。ドーナツはやっぱり安くて1個ね 0.4 です。これはどういうこと？なんかオレンジ落ちてるしもらおうかな。はい、ということでロンドンといえばの大英博物館にやってきました。ついにです。ここでねエジプト編で言ってたロゼッタストーンとかが見れます。で入場料は無料で、だいたいねイギリスの博物館とか芸術系の場所はですね全部入場料が無料です。最高。一般市民にももっと芸術を知ってもらいたいみたいです。なんか高級ホテルのエントランスみたいやな。はい、で大英博物館なんですけどいろんな国のいろんな古代の歴史的ねものが展示されているとのことです。だからもうね実際ここ来れば世界一周完結するみたいな感じです。とりあえず最初アジアのブースから見ていきます。はい、アイヌとかね地図と一緒にね分かりやすく出てます。はい、アジアブースにね皆さん一度は見たことあるであろうモアイ像が置いてありました。これ玄武岩でできてるみたいでわざわざイースター島からね持ってきたみたいです。ちなみに見えないんですけど目元にはね赤い石やねサンゴがはめ込まれてて赤と白で装飾されたみたいです。はい、多分入り口間違えました。ここが多分入り口かな。奥に見えてるのが多分入り口かな。バカ広い。ここが多分エジプト展のブースです。やば、興奮するんだけど。はい、あれちなみにみんなもうご存知だと思うんですけどこれもラムセス2世です。うわめっちゃ綺麗やんこれ。全部やっぱ花崗岩でできてます。柱もこんな綺麗に残るもんやんや。さっき人混みで気づかなかったんですけどこれがロゼッタストーンです。ワンピースに出てくるやつです。はい、この石のおかげで古代エジプト文字のヒエログリフが解読できたみたいです。これナポレオンがエジプトで見つけて持ってきたみたいです。この人だかりのできてる猫なんですけど保存状態が良すぎてめっちゃ綺麗ということでねめっちゃ人気みたいです。確かにめちゃくちゃ綺麗で美しいです。これやばない？質感がもう最近作ったみたいなぐらいめちゃくちゃ滑らかでめっちゃ綺麗です。なんなんマジでどうやって作ったの？ちなみにこの大英博物館はね世界で一番大きい博物館で800万点ぐらいあるみたいです。ちょっと広すぎんだよな。これ確か忘れちゃったな。これなんだっけな。とにかくすごいです。
古代から塩つまんで肉にかける人いたみたいです。完全にあれやろ。はい、ここ YouTube の規制が激しくなりそうなゾーン来ました。裸体の男と女がいっぱいです。でも息子は結構えぐり取られてます。息子はね、残念ながら折れちゃってます。頑張るぞみたいな。古代ローマエリアです。多分めちゃくちゃ綺麗なんだけど。次にね、ここが古代メキシコゾーンです。これ一応有名なやつで、ダブルヘッドなんちゃらです。なんかメキシコエリアはみんなはって感じの顔してます。すごい結構よく表現できてますね。顔を伝わってきますね。次にアフリカエリアです。わお、アフリカっぽ壮大ですね。結構でかい。これ靴どうなってんこれ。ちょっとアフリカの武器すごいな。返しの量がすごい。1回刺したらめちゃくちゃダメージでかそう。この剣は果たして使えるのか。なんかすぐ折れそう。はい、これがスコットランドのルイス島で発見されたチェスらしくて、セイウチの像やクジラの歯をね加工してできたみたいです。でこのチェス盤はね、ハリー・ポッターに出てくる賢者の石の時にね登場するチェスのモデルになったと言われてます。確かに言われてみたらね、ちょっと似てるような似てないような気がします。目が完全にいっちゃってます。フリチンで何しとんねん。人だかりめっちゃ多くて何やろうと思ったらね、こんな写真ばっか撮ってました。みんな多分半分以上の人ね、この人に釣られて絶対撮ってます。ちなみに僕もその一人です。はい、まさかの時間切れになりました。人やばいわ、めちゃくちゃいるわ。ゴミのようだ。はい、ここが正面でした。完全にね入り口間違えました。入り口かっこよすぎるやろ。パルテノン神殿みたいや。行ったことないけどね。はい、ということでまさかの時間切れで全部見切れませんでした。最悪やわ。明日別の場所見に行くんで、今日でね完結する予定だったんですけど、明日行くしかないですね。最悪やわ。多分ね3分の2か半分ぐらいしか見れてないです。広すぎる。はい、歩いてたらハリー・ポッターの何かを見つけました。何かは分かりません。多分ね入場にはチケットが必要です。はい、さっきの場所演劇会場っぽいです。ハリー・ポッターの演劇見れるらしいです。いやちょっとロンドンね人多すぎます。渋谷ぐらいいるわ。3分に1回ぐらいねアジア人とすれ違うっていう気まずさがあります。結構日本人の人も多いですね。続いてナショナルギャラリーっていう場所入ってみます。ここはね絵画とかが有名な絵画とかが展示してあります。ちなみにここあと30分で閉まります。やっぱ芸術は分かんないですね。これとかも普通のおじさんの写真なんだよなこれ。あ、でも絵だわ。よく見たら絵です。すごっ。後ろの受付の人ゲームしてました。ちょっと待って、この人なんか見たことあるんだよな。忘れたけどなんか見たことあるんだよな。誰だっけな。この人も見たことあるんだよな、美術の教科書で。誰？あ、ヘンリーさんや。中学校の時の美術のテストでなぜかこの人出してきた先生がいて、はい、なぜか知ってます。はい、この人がね初代女王のエリザベス1世の小さい時で、これが成長したエリザベス1世で、額縁がめちゃくちゃ立派なんですけど、これが初代女王ですね。貫禄がすごい。ここは女王ブースなのかな。女王とか王子とかの肖像画が多いですね。ここの部屋すごい、一面に肖像画みたいなのがいっぱい飾ってあります。すごいな。かわいい。完全にやらかした。ここナショナルギャラリーじゃねえ。
はい、ここナショナルギャラリーの隣にあるね、ナショナルポートレートギャラリーっていう場所でした。マジトラップやろこんなん。今日もうね空いてるとこないんでおとなしく帰ります。最悪やマジで。今日ハリーポッターで写真撮っただけなんだけど、ちゃんと書いてあったし必勝。ロンドンではこの乗り物が流行ってるらしいです。キラキラすぎるやろ。人がマジで多すぎる。ゴミのよ。まあただ相変わらず街はめちゃくちゃ綺麗です。これただの公衆電話なんですけど、なんかおしゃれなんだよな。悔しい。はい、日本の方にねちょっと誘ってもらって、まさかのねビリヤードしに行きたいと思います。ナイス。逆にすごい。逆にこの1個だけ動かす。そう、逆にすごい。次は日本人チーム対ヨーロッパチームで行きます。He's taking a YouTube, so he's making YouTube. Oh, that was so nice. It's just for saving his. Yeah. Thank you. Oh yes. はい、皆さんこんにちは。今日もロンドン観光していきたいと思います。はい、で今日まず最初にパッキンガム宮殿で衛兵の交代式を見に行きたいと思います。はい、ちなみに衛兵の交代式は月水金日しかやってないです。で雨とか降るとなくなるみたいです。この紅葉道を進んでいきます。なんだこの無防備な鳥は。目怖っ。めちゃ近い。なんでこいつら逃げないの。こんにちは。こんにちは。めちゃくちゃ近いっすマジで。手で触れそう。ほらなんで止まんの。今結構追いかけてるんですけど、なんで止まんのお前。なんで飛ばないのマジで。捕まえられちゃうよそれ。かわいいな。リスいるんだけどでかっ。かわいすぎる。何こいつ、足すごっ。リスがかわいすぎる。なんでこんな警戒心ない。もうめちゃくちゃ近い。触れんのかな。ちょっと待って、人やばすぎんだけど。人多すぎマジで。キモいぐらいいます。やば。数十分前でこの並びはやばい。いやマジで人やばいわ。で多分ここのね広場の周りをぐるぐる回るんだと思います。でこっちの王宮にね入るのかな。はい、あそこにね旗立ってると思うんですけど、今イギリス国旗が立ってるじゃないですか。あれ王が不在っていう意味らしいです。で王がいるとね、王室の旗が立つみたいです。なんでね今日は王は不在みたいです。であの旗はね降りることは一生ないみたいです。っていうのも王位がねずっとあり続けるっていう意味でずっと高い位置に立ってるみたいで、王族の人がね亡くなったりすると半旗って言って旗が真ん中になるみたいです。あっちにはどうやって行くん。あの上で見たいな。バリかっこいい。来た来た来た。であれは王族の直属の部隊です。だからめちゃくちゃ偉いです。ちなみにかぶってる帽子はねク
熊の毛でできてて重さ1キロ以上あるみたいです。7月から9月ぐらいまではね宮殿内に入ることができます。もう銅像もやられたい放題ですね。カイドウいました。はい、ちゃんとねこの儀式みたいなの意味あって、今ね交代した人たちがね出てきてます。ご苦労様です本当に。今建物の前で演奏してるんですけど、出たり入ったりするのも見れるし演奏も見れるんで、門の前がいいと思います。バリかっこいいわ。いかつ。おお近い。かっこよすぎんだけど。はい、王宮の門がね完全に遊び場になってます。めちゃくちゃ近い。意外と入場と退場が今撮ったところでやるから、なんて言えばいいんだろうな、パッキンガム宮殿正面にした左側がね入場と退場の道になるんで、結構ねそこら辺は見ての通り人がいないんでおすすめです。ちなみに今回僕30分前ぐらいに来てあれぐらいの人だったんで、門の前行きたい人はねもっと早く数時間前に来ないと場所取りは難しいと思います。ここ穴場すぎるな。何の握手？帰るときは結構バラバラな行進で帰るみたい。最後揃えろよ。めちゃくちゃ普通に帰ってるんだけど最後。はい、次にですねロンドンといえばのビッグベンに向かいたいと思います。でビッグベンは結構勘違いしてる人多いんですけど、塔でも時計の名前でもなくて、実は鐘の愛称がビッグベンっていうみたいです。ちょっと見にくいけど、いたんだけど、あそこにちょっと離れた場所にいました。えぐ。はい、今ビッグベンの近くなんですけど、なんかねみんな列になってて、何かなって思ったらみんな公衆電話と一緒に写真撮ってます。そんな並ぶ。はい、ちなみにこのビッグベンはですね150年以上前のゼンマイ式の機械が現役で動いてるらしいです。誤差プラマイね2秒ぐらいらしいです。いやすごすぎる。で誤差調整にはね1ペニーのお金をね置いて調整してるらしいです。どういうこと？はい、ちなみに1時間ごとに、鐘が鳴ります。はい、すげえよく見るやつや。ちょっと乗ってる人笑ってるんだけど、クソはその辺でしてます。えぐ。やっぱ笑ってんだよな。これ寒い中何時間いるんだろう。嫌やなこの仕事。はい、ということで昨日のリベンジということでナショナルギャラリー来ました。外観全然違うわ。噴水あり、なんかもう王宮みたいな見た目してます。ここの美術館はね多分みんなも知ってるような有名なね絵画が飾ってあります。下ではなんかいろいろやってます。物押しということで早速ナショナルギャラリー入ってきます。早速見たことある絵画ありました。ちょっと名前忘れたけど絵の理由だけ覚えてるんですよね。右にいる人が目隠ししてる女性をね今から殺すんですけど、牧師がなだめてるみたいな。で左の女性2人は殺されるから悲しんでるっていう、そういう絵だった気がします。
どういう格好？はい、これが一番多分有名なゴッホのひまわりっていう絵です。全部でね7枚あるうちの1枚で、7枚あるうちの一番綺麗なひまわりがここに飾られてるみたいです。この馬の絵すごいんだけど、目がねちょっと見にくいけどキラキラしてて生きてるみたい。すげえ。はい、次に人気の作品がこれです。めちゃくちゃ写真みたいな絵で、絵の具の跡とかね全く残ってないんですよね。写真みたいに綺麗な絵です。服のシワとか光沢具合とかめちゃくちゃすごい。マジで肉眼でもわからないぐらい棚があると思うんですけど、上の棚が神様が作ったもので、下のね棚が人間が作ったものっていう対比で描かれてるみたいです。下のスカルは斜めから見ると立体的に見えますよ的な感じらしいです。これはかの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた岩窟の聖母っていう絵です。岩と人のね肌の柔らかさの対比が面白い作品らしいです。ちなみによく見ると聖母の顔が笑ってないんですけど、すごいね不気味な感じ醸し出してます。はい、最後はねこの美術館で一番見たかった絵です。これもね中学校の時の美術の先生がテストに出してきた絵なんですけど、結婚記念でね描かれた絵です。上のねシャンデリアのろうそくが1本だけ光ってるんですけど、あれはねイエス・キリストを表してるらしくて、左の人が夫で右が妻で、左手で手持って右手上げてると思うんですけど、これは当時のね婚姻の儀みたいな感じです。で下の犬はねその忠誠っていう意味らしいです。鏡の中に、ちゃんと反射した夫婦の姿まで描かれてます。はい、ということでナショナルギャラリー行ってきたんですけど、もうね無料のクオリティじゃないです。めちゃくちゃすごい。めっちゃ広いし見どころもめちゃくちゃ多かったです。ということで次にですね、大英博物館昨日のリベンジ行きたいと思います。はい、これが正面から見た大英博物館です。いやもうパルテノン神殿やん。でかすぎ。はい、大英博物館ね、正面玄関から行くとめちゃくちゃ並ぶんで、昨日僕が行ったところから行った方がねいいと思います。並ばずに行けると思う。やっぱエジプトエリアは人気やな。これがねヘヌトメヒトの棺です。大量の金が使われてるらしいです。これやば。ミイラですね。すごいな。包帯そのまま残ってるんや。多分女性のミイラです。はい、日本ついに見てきます。あれですね、古墳時代から弥生時代とかそこら辺の時代ですね。うわ、これ教科書でしか見たことないで。縄文土器めちゃくちゃ綺麗やん。すごっ。なんだっけこれ、聖堂みたいな名前だった気がする。はい、次にこれがね浅井長政の甲冑です。すげえ、刀まで置いてあるわ。かっこよ。はい、悲しいことに日本エリアはね結構ちっちゃめです。はい、これ潤王朝のゲームって呼ばれてるやつで、最初ね遊び方分かんなかったみたいなんですけど、粘土解読したの考古学博物館の学芸員らしいです。はい、このただの石みたいなやつね、実は聖書のねノアの箱舟に似た内容の大洪水の物語が書かれてるものらしいです。全く字には見えないけどめちゃくちゃロマンあるな。次にこれがね5500年前のミイラらしいです。でこの人はねたまたまミイラになったらしいです。ちなみに刺されて亡くなったらしいです。次にこれがクリスタルスカルって呼ばれてるやつです。いつ作られたかね、何のために作られたかは未だに謎らしいです。大英博物館がティファニーからね買い取ったらしいです。ここ古代ローマエリアなんですけど、もうこれを持ってきちゃうのがすごいよな。いやちょっとローマエリアレベチだな。すげえ。
でこれね、トルコ大使が勝手に略奪して持ってきたみたいで、今でも返却しろって言われてるらしいです。はい、中央めちゃくちゃ本置いてありました。すごいな。はい、今大英博物館行ってきたんですけど、いやマジでね、広すぎる。結構早足で行って3時間か2時間ぐらいかかりました。ちゃんと見たらね、多分1日はかかると思います。マジで広かったです。最後に一番楽しみにしてたね、自然史博物館っていう場所に向かいます。ちょっとね、時間がない。やばい。あと1時間半ぐらいしかないです。全部見切れるか不安ですね、マジで最悪や。はい、ということで到着です。最初にね、まずステゴサウルスだっけ、ステゴサウルスがお出迎えしてくれます。ここはね、恐竜とか現代のね、自然な動物のね、博物館です。ここはね、恐竜とか現代のね、自然な動物のね、博物館です。すごくない？このエレベーター。はい、ここはね、鳥の標本コーナーです。めちゃくちゃリアル。てか本物だよね、多分標本だから。すごすぎ。これ絶滅危惧種のドードですね。すげえ、すごっ。ここ化石エリアです。すごすぎる。サーベルタイガーの化石もありました。かっけえ。正面やばすぎる。こちらです。やばくね。これね、シロナガスクジラの、骨です。でね、柱とかには実は動植物のね、彫刻、こういう感じで猿とかが彫刻されてます。はい、なんでね、この博物館自体が自然の博物館っていうモチーフで、いろんなところにね、動物の名前とか動物とかを彫ったみたいです。シャレすぎ、マジで。ついにね、恐竜エリアやってきました。いや、ガキの時好きだったけど、大人になってきてもやっぱ興奮します。でかすぎやろ、マジで。トリケラトプスとティラノサウルスです。これが人気のね、ティラノサウルスが動く場所です。いや、めちゃくちゃリアルや。目とかもちゃんと動いてます。急に死にかけた。これ、この恐竜の尻尾が飾られてるんですけど、でかすぎんか。こんなんで叩かれたらもう一撃やん。これとかすごすぎる。綺麗すぎる。偽物？トリケラトプスの化石です。こんなんで刺されたらもう一撃ですよね。はい、こっちには草食動物の化石もあります。はい、ここにはワニとね、恐竜の化石が置いてあります。ワニでかすぎんか。いや、ちょっとマジで懐かしいな。地球ドラマチックっていうね、恐竜を扱うドラマみたいな番組みたいなやつね、昔めちゃくちゃ見てました。はい、知ってる人いたらぜひコメント欄教えてください。年取っても興奮するな。はい、ちなみにね、この博物館、東と西に分かれてて、東側がもう絶滅した死後のね、生物が展示されてて、西側に今も現存するね、生物が展示されてるとのことです。凝りすぎ。次に宝石エリアです。すごいすごい。いや、めちゃくちゃ綺麗だな。偽物みたい。うわ、すげえ。やば。意外とグダニスクで見た琥珀はないんやな。何これ、すごっ。うわー、かっこよ。はい、ここ全部宝石エリアです。全部見てらんないです。マジで広い。全部すごい。本当に全部すごい。うわー、何これ。
はい、宝石たくさん見ててね、昔オパールが大好きだったことを思い出しました。光によってね色が変わるみたいです。はい、ここはね地球とか火山とかをね結構分かりやすく模型とかと一緒にね解説してくれるブースになりますね。子供の学習にはめちゃくちゃいいと思います。それにも関連して地震のことについても紹介してるブースがあって、実際に今揺れてます。この揺れはね神戸の地震のデータをね元に再現されてるみたいです。はい、実際にね日本語とかもちゃんと再現してますね。なんかお店とかそんな揺れてる感じしないな。はい、子供たちがいっぱい、はい、お土産みたいなのも売ってて、これ全部ね本物らしいです。で値段はね水晶が6ポンドです。すごっ、安いんじゃない？わかんないけど。いやー、暗くなるとまた雰囲気が変わってめちゃくちゃ綺麗です。はい、ちょっと上登ってこれるみたいで来てみたんですけど、やばくないですか？ちょっとおしゃれすぎるって。すげえ、こんな口でかいんやね。ほとんど顔やん。骨格は車力の巨人と一緒です。これやばすぎ。樹齢1891年の木らしいです。でかすぎ。はい、ここは動物エリアです。またシロナガスクジラの化石あるんだけど、すごっ、でかー。ガチで広すぎてさ、全部見終わったと思ってさ、今これよ。はい、ということで、自然史博物館行ってきたんですけど、もうね一番博物館の中でおすすめです。マジでめっちゃ楽しかったです。恐竜が昔好きだったっていうのはあると思うんですけど、いろんなね展示がしてあってマジでね面白かったです。いや、結婚してね子供できたらねいつか連れて行きたいですね、マジで。いや本当にねおすすめです。はい、しかも無料っていう最高かよイギリス。はい、でね今バス待ってて全然来ないなと思って調べたらねストライキしたらしいです。ヨーロッパは結構ストライキが多いって聞いたことあったんですけど、はい、初ストライキです。ということでバスが全然来なくて困っております。はい、仕事しろよ本当になあ。20分歩いて別のバス停へ向かいます。仕事し。はい、一応ね無事に宿まで戻れて、ここからね空港までバスで向かうんですけど、バスがねまた全然来なくて、行きに使ったナショナルエクスプレスっていうバスなんですけど、またね遅延してます。はい、今のところね20分遅延してます。はい、本当に来るんでしょうか。またストライキでしょうか。不安ですっていう話してたら来ました。20分遅れてきました。ふざけやがって、マジでふざけやがって。はい、ということでイギリスロンドン編いかがだったでしょうか。ちょっとね多分風邪ひきました。ロンドン時代はね観光する場所が多すぎて、ちょっと今回2日だけだったんですけど回りきれませんでした。最低3日以上はねロンドン必要だと思います。一個一個のね博物館がねめちゃくちゃ6 o'clock.ここで話さんでくれ。ちょっと今回時間の都合上でできなかったんですけど、美術館巡りで絶対楽しいと思います。しかも無料だしね全部。ちなみに撮影用で使ってるカメラ壊れて液晶モニターみたいなのがね映んなくなりました。はい、最悪です。なのでね撮れてるかすら分かってないんですけど、物価高いし公共交通機関遅刻ばっかするし渋かったんですけど、観光する分にはめちゃくちゃ良かったです。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。